皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。冬場ずっと水を切っていた1月のベランダ多肉もキュッと葉を縮めて丸くなっていてとても可愛い姿です。8月の暑いベランダではほぼ多肉が緑一色でしたが、それでも冬の寒さに当たったおかげで今ではこんなに紅葉して色もとても鮮やかです。年末のクリスマス寒波で今年の冬は少し寒さが厳しくなると思っていたのに、これが予想外に私の住んでいるところではそこまで寒さが気になるほどではなく、これから数日はまた暖かい日が続く予報なので、今日はベランダ多肉に水やりをしていこうと思います。ちなみにこのトレイですが、もともと庭にあったものをベランダで冬越しさせようと思い持って上がったものになります。この赤葉日高見せ葉やは上は一旦枯れるんですが、根元からたくさん新しい新芽が出てきています。はい、それではまずこのトレイから、これはセダムを中心にいつも土が乾いたらすぐに水やりをするようにしています。というのもセダムは結構土が乾いたままずっと放っておくと枯れて穂先だけになって貧相になってきてしまうため、なるべくこまめに冬でも水やりをするようにしています。それでもあまり水をあげすぎると今度は寒さでダメになってしまうこともあるので、そこら辺は水のあげ方を上手に調整しながら、なるべく枯れずに元気に育てるように心がけています。本当は暖かい日が続くのでたっぷり水をやりたいところですが、最近は天気も急に変わったりすることが多く、ここはすぐに対応できるようにセダム同様エケベリアも水の加減を調整しながら、土の表面が 2,3 日で乾くぐらい軽く水をあげていきます。それでもついついお水好きな多肉を見ると多めに水やりをしたくなるんですよね。特にお水の好きなラブリーローズや薄葉の子なんかは今日もほんの少しだけ水を多めにあげてしまっています。ちなみにこのトレイはほぼ葉ざしから育てた子なんですが、まだまだ小さくてポットのスペースもたくさん空いています。久しぶりの水やりのため土も乾燥しきっていて、水をあげるたびに土がシュワーっと音を立てています。私の水やりの目安は、この小さめのじょうろ1杯分が1トレイ分、足りなかった分は少し足すといった感じでしょうか。夏でも冬でもだいたいこのじょうろ1杯分を1トレイ分として水やりをするようにしています。何よりこの水やりの分量だとちょうどいい塩梅の水やりができるんです。そして何やら発見してしまいました。このラウレンシスハイブリッド、これもしかして斑入りになっているのかな。たまにこんな風に斑入りかもって思う多肉があるんですが、気がつけば元に戻っていたり、ちょっと残念なんですよね。これはこのまましばらく様子を見ておきます。この後本当に斑入りになるのか、ちょっと期待しているところです。そして我が家のブラッククイーン、あまりブラックというイメージはないんですが、今年はいつもより赤く紅葉している気がします。そして今水やりをしているのはエボニーです。中には紅葉していないエボニーもありますが、ほとんどのエボニーがピンク色に紅葉して可愛くなっています。
そうそう、ロゼットの成長点の上に水が溜まっていたら、ブロワーで吹き飛ばすかゆすって振り落としておいてください。ロゼットの上に水滴が乗ったままになっていると、じゅれたり蒸れたりする原因になるので、そこは要注意です。そしてこのベランダだけでも12枚の育苗トレイが並んでいます。なのでここは少し早送り。水やりをしていると、やはり調子を崩していたアリエルの成長点付近の葉が枯れていることに気がつきました。葉を取ってみると、やはり成長点が崩れています。これは石化しちゃったのかな。もうこうなるとこのまま様子を見るしかないので、ここは少し外葉をもいで葉差ししておいた方が良さそうですね。12枚の育苗トレイの多肉すべてに水をあげて、今度は気になっていた多肉の枯れ葉取りをしていきます。このネオンブレーカーズも薄葉なので、やはり水を切っていたせいか外葉がかなり枯れています。そしてこのネオンブレーカーズは小吹きがとってもいいんです。この株にもすでに2つの子が小吹いていたので、枯れ葉取りついでにカットして根元に刺しておくことにします。ベランダにハサミがなかったのでピンセットで無理やりちぎっていますが、これでもしっかり根付いてくれるのが多肉の強いところ。こんな感じでいいかな。そしてリスナーさんにいただいたこの枯れ葉を取っているラジペンなんですが、これ先が細いので多肉の枯れ葉取りにはとても使いやすいんです。気になっていた枯れ葉をすべて取り終わって袋を見てみると、たくさん取れていますね。水やりと枯れ葉取りが終わったので、しばらくベランダの多肉の様子を見ていくことにします。アリエルの葉差しは株の横に2枚ほど刺しておきました。紅葉している葉なので根が出るかはちょっと心配なんですけどね。このスクエア鉢に植わっているエボニーも、同じ鉢に植わっていてもこんなに違いがあるんです。実はこのエボニーは庭から持ってきたものなんです。夏になると毎年体調を崩してしまうパールホニュルンベルグ。今年はなんとか元気に育てていきたいなって思っているんですけどね。どうなることやら。また来週の半ば頃から気温もぐっと下がるみたいなので、ベランダの多肉もまだまだ油断はできません。このまま無事に冬越しができるようにしっかり管理していきたいですね。水やりから2日後のベランダの様子です。すでに土の表面が乾いている苗もたくさんありますね。冬場は特に気温が急激に下がると多肉にとっても負担になります。しかもあまり多めに水をあげると凍結したり樹れる原因になってしまいます。冬場の多肉の水やりは暖かい日を選び、水のやりすぎに注意しながら、鉢の表面が2、3日で乾くぐらいの水やりがベストだと思います。
それでも育てている環境や土の違いなのでまた変わってくるんですけどね。皆さんの多肉もそれぞれの環境に合わせていろいろ試しながら育ててみてくださいね。同じ多肉を育てていても、去年は年末の結構早い時期に花芽が上がっていたんですが、今年は花芽が上がっている子と花芽もついていない子の差がとても激しいです。私的には株が弱ってしまうため、あまり花芽が上がってこない方が嬉しいんですけどね。多肉にとってはそうも言ってられないかな。はい、ということで今日は1月のベランダ多肉に水やりをして、枯れ葉取りをしたり、多肉のお世話をしていきました。いかがだったでしょうか。そして2日後の様子を見ていくと、ちょっとこのホワイトパームの色が気になっています。これ明らかにおかしな色ですよね。春に植え替えしたばかりなのでちょっと心配です。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。